Hi, it's Kei from Japan. In this video, I'm gonna show you how to YOASOBI. They are one of the most popular Japanese artists across every genre at the moment. So there's no need for me to explain too much about them. Actually, there's already a lot of videos that explain how to write a song like YOASOBI. So I was able to learn a lot from them, but it also means the bar is set high. In order to stand out, I need to go beyond what others have shared. As always, I will write a song and sing it, but this time, I will also be trying out some new things. I'll be speaking in both English and Japanese, so make sure to use subtitles if you don't speak both languages. Probably the subtitles will contain more information than what I discuss in the video. Okay, let's get started. ちょっと調べてみたんですけど、偶然僕の楽曲制作に使っている機材は綾瀬と同じみたいですね。PC は MacBook Pro、ソフトは Logic、それからモニターヘッドフォンもこのオーディオテクニカの同じモデルでした。こんなボロくないと思うんですけど、あとこれは曲にもよると思うんですけど、ピアノも Logic にデフォルトで入っている音源を使用しているみたいで、全体的に結構ベーシックな機材ですね。それで世界的なヒットを出しているのは勇気づけられますし、同時に自分も言い訳できないなと危機感も覚えますね。YOASOBI がよく使用するコード進行で、俗称でマルサ進行と呼ばれているものがあります。語源は椎名林檎の丸の内サディスティックで、この曲と同じコード進行ですね。僕は音楽理論を体系的に学習していないノラミュージシャンなので、結構感覚的にやりながら、必要に迫られたらその都度勉強するようにしてるんですけど、おそらくポイントはこの4コード分隣にずれていくところですね。ここを押さえれば同じ雰囲気は出せると思います。ただこれだけだと結構パンチが強いので、僕はこれを和音の中に織り交ぜてなじませて使っています。多分マルサ進行の定義からは外れると思うんですけど、詳しい人教えてください。かなり明らかだと思うんですけど、今回は曲のアレンジを夜にかけるから結構がっつり持ってきています。さすがに同じコードまで使うと全く同じ曲になってしまうので、コード進行は群青を参考にしています。ラーメンとチャーハンみたいな感じですね。I guess it doesn't make sense to English words. What I said is basically combining choose two songs. It's like combining pizza and pasta. Such a luxurious thing to do. Like combining Katy Perry and Taylor Swift, Harry Potter and Star Wars, fish and chips. Something like that. 次に歌を作っていきます。YOASOBIの歌はしばしばボカロっぽいと言われることがあります。音数が多いのと、あとはメロディーの動き方、飛び方が自然な流れというよりは計算されて作り込まれているような感じがあるからだと個人的には解釈しています。僕は普段歌を作るときは曲に合わせて鼻歌混じりに口ずさみながら少しずつメロディーと言葉を探していくんですけど、今回はYOASOBIらしさを少しでも再現するために事前にメロディーをピアノロールに作ってからそこに当てはまる言葉を探していくことにしました。黄色が主旋律で緑が下のハモリ、赤が上のハモリですね。青くしてあるところは半音ずれているなんか切ないやつです。この手の外しは飛び道具的にピンポイントで使われるケースが多いと思うんですけど、YOASOBIは割と標準搭載でレギュラーの武器として使っている感じがありますね。So like I said, I'm not a trained musician or anything, so I'd rather not use specific words, but I believe that these are blue notes. That's why I marked them blue. Younger generation in Japan call these sounds emo, like emoi, which means emotional or sentimental. But
there's no chance that they know bands like Jimmy Eat World or the Get Up Kids. I even doubt if they know My Chemical Romance. それからYOASOBIには小説を曲にするというコンセプトがあります。主に歌詞やミュージックビデオの世界観のベースに物語があるということで、今回は偶然直近で読んだ村上春樹の小説を下敷きにします。かなり昔に読んだものを読み直していたんですけど、この内容的にポップさと重さが混在する感じと、それからキャッチーなタイトルも決め手になりました。夢の中に響く静かなすすり泣き、心もとない明かりを手に手繰り寄せるわずかな面影、打ち明けた彼女とプラティマル、今夜中に開いたアルバイト迷い込んで16階の闇としようと、意味や理由なんだ考えるよりも今はただ僕は普段洋楽メタルを聴いている癖の強い野郎シンガーなんですけど、それに対してイクラは邦楽ポップスで透き通るような歌声の女性シンガーなので、ほとんど対極と言えますね。なのでボーカルを再現するには無理があると判断して、今回は初めて AI を使って自分の歌声を変えてみようと思います。いろいろなサイトがサブスクで音声変換のサービスを提供してるんですけど、どれも高額プラン以外には制限があったり単純に怪しかったりするので、今回はこの RBC を使って割と DIY に近い形でやることにしました。ざっくりと説明すると、まずYOASOBIの声を学習させたモデルを作って、そこに自分の歌声を入れて変換するという流れになります。夢の中に響く静かなすすり泣き、夢の中に響く静かなすすり泣き。このテイクはちょっとケミカル感、人工的な感じがありますよね。女性が歌うのを想定して作ったメロディーを男が歌っているので、どうしても張り詰めた感じが出るんですけど、それが変換した後にも残っちゃうんですよね。ということで全部歌い直しました。夢の中に響く静かなすすり泣き、夢の中に響く静かなすすり泣き。それから傾向として子音をはっきりと発音しないと認識されないみたいで、母音だけが残ってしまうケースが多かったです。微妙な歌い方を変えてみたり、あるいは元のモデルを作り直したりして試行錯誤を続けていきました。いろいろと試しすぎて、自分でもどうやってどのバージョンを作ったのか何度もわからなくなりました。本当に根気のいる作業でベン・ホワイトのスローインくらい時間がかかるんですけど、細かくファイルを書き出して何度も別のテイクに差し替えては変換してを繰り返して、どうしてもダメならまたさらに歌い直しました。疲れます。 You'll be tired。 これで発音と音質をなんとか許容範囲まで持ってきたら、今度はピッチ修正を行います。これが音声変換するときに結構乱れるんですよね。最初はオートチューンを全体にうっすらかければいいと思ってたんですけど、やはり手動で徹底的に修正します。やればやるほど人間味がなくなっていくんですけど、それがボカロっぽさにもなりうるので、今回のケースではプラスに働くと判断しました。本来ならボカロのプロデューサーは機械の声をいかに人間っぽくするかに尽力すると思うんですけど、僕のやっていることはその逆ですね。YOASOBIといえばアニメーションのミュージックビデオですね。これはさすがに自分では作れないので協力を仰ぎます。幸運にも業界で働いていて、実際にアニメ映画の制作にも携わるような友達がいるので、仕事を依頼したいと思います。物語の世界観をアニメで表現しつつ、そこにいつも通り自分の歌っているパフォーマンスシーンも加えていきます。まず南向きの窓を用意します。ブラジルの方は北向きですね。カメラの ISO 設定で光をたくさん吸収するようにすると背景が飛びます。そしたらあとはやりたい放題ですね。Finally, it's finished. This time, there was a lot of new things to try, so it took more time and effort than usual. But it was worth it, and I'm pretty happy with how it turned out. Hopefully, I was able to meet the high standards, past the high bar. My content is usually about rock music, but I really enjoyed every step of writing this song, so I'm willing to try some new genres for my future videos. Okay, that's enough talk. Now enjoy the song.
夢の中に響く静かなすすり泣き初期の街の端っこ震え越えて君が呼ぶ心もとない明かりを手に手繰り寄せるわずかな面影古い地図と電話帳で少年半前に見つけた映画ホテル今ではもう何もかもが真新しく作り直されて変わらない名前たどり着けないフォーメガネが似合う受付の子打ち明けた彼女とプラティナリー真夜中に赤やるバイト迷い込んだ16階の闇としおうと暗くな大廊下の奥の裏切られた部屋で一人男が僕を待って意味があるようなんて考えるよりも今はただ踊り続けるんだ誰もが感心するくらいまく音楽の続く限り休まずに踊るんだよ暇つぶしのくだらない愛が上司役のもと暮らすナイト彼に抱かれながら君が一言つぶやくどうしたってよう月に帰れなかった僕は雨を連れて東京で道を開きを切り込んで古いソブルを顔ばす温め直すなかった強行やりと覚悟がないで僕はよきがき進める意味があるようなんて考えるよりも今はただ踊り続けるんだ誰もが感心するくらいまく音楽の続く限り休まずに踊るんだよつながる点と点からまたほどく線組むたの気は暗いより導かれてどこなそうしま君はどこにもいなくて白い羽は微笑んでる5月の次は6月で終わる休暇打ち明けた彼とピザとビールを出ないままの確信と海に沈むまさらってこの世界で送ってる僕は勝手に耳を澄まして嫌いなステップを踏んでまた雪の街へと戻る夢はもう追えないからと意味があるようなんて考えるよりも今はただ踊り続けるんだ誰もが感心するくらいまく音楽の続く限り夢は誰の目も気にしなくていい下空で踊り続けるんだ彼女を感心させるためにたとえ音楽止まっててさえも踊るんだよHow was that? Please let me know what you think in the comment section down below. And if you enjoyed the video at any point, don't forget to give it a thumbs up and subscribe, and I'll see you in the next one. Thanks for watching.